こんにちは、村雲です。今回はスープラのイコライザー機能の設定方法について紹介します。スープラの RZ グレードにはご覧のように、スピーカーが合計で12個も搭載されており、非常に音質の良い環境が整えられています。また、先日アップロードさせていただいたサウンドジェネレータオフの機能と併用すれば、より音楽を純粋に楽しめるのではと考え、イコライザーの設定にトライしてみました。スープラだけでなく、ほとんどの車にこのイコライザー機能は搭載されているかと思いますので、スープラオーナー以外の方にも参考となれば幸いです。それではご覧ください。まずはじめにイコライザーについてご説明します。自動車のオーディオに搭載されているイコライザー機能ではご覧のように周波数帯ごとにバーが区切られており、バーを調整することで、特定の周波数帯の音を強調したり、減衰したりすることができ、自分好みの音質を作り込むことができます。それぞれの周波数帯がどのような音を発しているかをまとめているのがご覧の図となっており、赤枠が振動を感じ取れるほど低い、ベースとなる音の領域、緑枠がこもったような音の領域、スープラで例えるとアイドリング時などのエンジンのこもり音の領域です。黄色枠がボーカルの声の領域、この領域を強調すると歌声がよりクリアに聞こえます。青色の領域がかなり高音の領域で強調すると、スネアなどのシャンシャンとした音が強調されます。それではスープラのイコライザー設定を操作していきます。スープラのサウンドの設定にはいくつかの項目があります。各周波数帯の強調、減衰を操作するイコライザー機能、左右のバランスを調整する機能、前後のバランスを調整するフェーダーの機能、サラウンドのオンオフ機能があります。今回の検証では、サウンドの設定を操作することでどのくらい音質が良くなるかを検証しますので、まずはサラウンドのみオン、その他はデフォルトの状態で録音します。録音の仕方としては、普段、私が運転している際に聞こえている音の状態を再現するために、ご覧のように、耳の位置に近くなるよう、iPhone を固定し、録音しました。検証用の音楽には著作権フリーの洋楽、リンクドという曲を用いました。普段、私がイヤホンなど購入する際に、基準としている曲はワンオクのテイクワという音トなのですが、著作権の問題が絡みそうなので、今回は使用しませんでした。ホンダ、シビックの CM かっこよかったです。
いかがだったでしょうか？冒頭で申し上げた通り、もともとスープラの音質はかなりいい方ではないかと思っているので、このままでもいいのではと思ってしまいそうですが、ここからもう一手間かけたいと思います。今、ご覧になっているのが、どの曲にもマッチすると言われている、イアガズムエクスプロージョンというイコライザーの設定となっています。こちらのイコライザーの設定の狙いとしては、音のメリハリを強調し、クリアな音質とすることです。こちらをスープラのイコライザーで再現しようと思います。しかし、スープラのイコライザーの周波数分解能が異なるため、この設定を再現することができませんので、一手間加えました。実施事項としては、ご覧の通り、スープラの周波数分解能に合うように、イアガズム設定の値から線形補完を実施し、スープラの各周波数ごとの値を算出しました。単位系がデイビーなので、物理的に正確な値ではないですが、これを設定に織り込み、検証してみます。イコライザー設定完了しました？ハレーションがすごくて、申し訳ありません。各周波数ごとの設定は下記の通りです。スープラの縦軸のメモリの単位系がいくつかが分かりませんでしたが、プラスマイナスの合計で20段階の調整ができましたので、1クリックを1デイビーと仮定しています。それではこのイコライザー設定の音質をお聞きください。いかがだったでしょうか？何度か聞き比べていただかないと違いはわからなかったかもしれません。ただ、自分の耳で聞くと、違いを感じ取ることができるかと思います。具体的には、中盤のボーカルの声がよりはっきりと聞こえるようになっていること、終盤の演奏の音の粒感がよりクリアになっていることを実感できました。途中申し上げたように、視聴者の皆さんの中でお気に入りの曲があるかと思います。私自身も先ほどのイコライザー設定をベースに若干低音部を強調させたり、チューニングを実施していますので、各周波数帯の特性をまずは知っていただき、この動画がイコライザー設定を見直すきっかけとなれば幸いです。今回の動画の内容は以上となります。この動画の内容がいいねと思った方はグッドボタンであったり、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。次の動画作成のモチベーションにつながります。他にも特にスープラ関連で検証してほしい企画などあれば、コメント欄にお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。